皆様、新行寺のオンラインお寺参りに本日もようこそご参加くださいました。オンラインお寺参りでは浄土真宗でよくお唱えされる正真下の内容について解説しています。前々回よりですね、正真下の本願明号正常号から必至滅度願成就までの4句を見ています。今回はその中でも上等学章大涅槃の一句について見ていきたいと思います。テーマは阿弥陀仏の救いとはです。それぞれお経本など開いていただいてですね、書き込んだりしながらですね、ぜひ見ていただければと思います。さて、前回前々回と本願明号正常号至心心行願に因のこの2句を見ていきました。その内容について端的に言えば、阿弥陀仏という仏様が私たちを救おうと願い、まさに今救おうと働きかけておられることが示されていました。そして今回から見ていく上等学章大涅槃必至滅度願成就、この2句には私たちがどのように救われていくのか、阿弥陀仏の救いとはどういうものかといったことが記されています。阿弥陀仏の救いという言葉は抽象的で、救いと言われてもよくわからないとか、どのように救われていくのかわからないという、そういった疑問を持つ方もおられるかもしれません。私も浄土真宗の教えを学び始めた時にですね、同じような疑問を抱きました。目に見えない阿弥陀仏に救われていくと言われても実感できないし、ありがたいともなかなか思えない、そのように素直に思ったことがあります。浄土真宗のお寺に通われている方でもですね、そういう方も多いかもしれませんね。今回から見ていく上等学章大涅槃必至滅度願成就の2句はですね、そうした疑問の答えとなる、私たちがどのように救われていくのか、阿弥陀仏の救いとはどういうものかといったことがですね、書かれています。阿弥陀仏の救いの内容について記されている部分になります。そしてその救いに付随した現象、この世での利益についても記されています。浄土真宗の救いとは、浄土真宗の教えの根幹ともなる部分ですので、回を重ねながら深く味わっていきたいと思います。まず今回は正真下の上等学章大涅槃という部分のですね、言葉の意味について概観したいと思います。この部分、仏教の専門用語が多く出てくるところですので、慣れるまで難しく感じられるかもしれません。しかし繰り返し聞いたり見ていただくと、だんだん耳に馴染んできて理解しやすくなってきます。仏教用語や仏教の価値観に慣れてきたらですね、仏教をですね、仏法をより深く味わっていただけるかと思います。ですので丁寧にですね、言葉の意味などを解説しながら、まずは概観していきたいと思います。さて、正真下の上等学章大涅槃という言葉の意味を見ていきますが、書き下し文では当学をなり大涅槃を称することはとなっています。この句の小大涅槃、大涅槃を称することはという言葉を見ていただけますでしょうか。涅槃という言葉は皆様聞かれたことはありますでしょうか。涅槃とは安らかな仏の悟りという意味です。それを強調する意味で、ここでは大涅槃というよりですね、大という文字がついています。小大涅槃、大涅槃を称するという言葉は、安らかな仏の悟りを開くという意味になります。それをまた成仏とも言います。成仏とは仏となるということで、安らかな仏の悟りを開くという長大涅槃と同じ意味の言葉です。成仏という言葉は一般用語では亡くなった人のことを指して使われたり、また供養すると魂が静まるというようなイメージがある言葉かもしれません。仏教用語では成仏とは安らかな仏の悟りの境界に至ることを表します。それは仏道によって目指す目標であり、
たたりや汚れといったおどろおどろしいものというイメージとは異なります。次に浄土真宗には往生即成仏という考え方があります。言葉がちょっと難しいですね。順に見ていきましょう。往生とは仏の国、浄土に行き生まれるという意味です。ここでは具体的には阿弥陀仏の浄土に行き生まれることです。阿弥陀仏の浄土は安らかさが極まった境界であることを表すために極楽とか極楽浄土とも表現されます。その安らかな仏の境界である浄土へと生き生まれることを往生と言います。往生、行き生まれるですね。そして往生即成仏の即とは同時とかすぐさまという意味があります。また成仏とは先ほど言ったように安らかな仏の悟りを開くことです。つまり往生即成仏で阿弥陀仏の浄土に行き生まれると同時に安らかな仏の悟りを開くという意味になります。阿弥陀仏の救いを疑いなく信じる心を恵まれた者は阿弥陀仏の願いと救いの働きによって根性での命尽きた後には阿弥陀仏の浄土へと行き生まれ安らかな仏の悟りを開かせていただく。浄土真宗ではそのように考えます。この往生即成仏の考え方が浄土真宗における阿弥陀仏の救いの内容です。この往生即成仏の救いを正信下では正大涅槃という言葉で表現されています。往生即成仏といっても正大涅槃といっても、言葉は違いますけれども同じことを指しています。阿弥陀仏の救いを疑いなく信ずる心を恵まれた者は阿弥陀仏の願いと救いの働きによって根性での命尽きた後に阿弥陀仏の浄土へと行き生まれ安らかな仏の悟りを開かせていただく。そうした阿弥陀仏の救いを表した言葉が往生即成仏という言葉であり正大涅槃という言葉です。そしてそれが阿弥陀仏の救いの内容であり命尽きた後の救いですから五生の救いなどと言われます。次に上等学章大涅槃の上等学という言葉を見ていきます。上等学という言葉は書き下し文では等学をなりとされています。等学とは等小学とも言いまして小学という悟りに等しいくらいにあるものという意味です。小学という言葉が悟り、その悟りに小学に等しいので等小学と言ったりするんですね。安らかな仏の悟りに等しい状態ということです。親鸞上人は等学のことを正成就とも表現されています。正成就とは仏の悟りを開くことがまさしく定まった仲間のことです。字は仲間、まさしく仏の悟りを開くことが定まった仲間ということで正成就ですね。仏の悟りと等しい状態または仏の悟りを開くことが定まった仲間、そうしたことを等学とか等小学とか正成就という言葉で表しています。阿弥陀仏の救いを疑いなく信じる心を恵まれた者は阿弥陀仏の願いと救いの働きによって根性での命尽きた後に阿弥陀仏の浄土へと行き生まれ安らかな仏の悟りを開かせていただく。そのように先ほど申しました。それが五生の救い、根性での命尽きた後の救いの内容だと申しました。そして等学をなるとはそうした根性での命尽きた後に阿弥陀仏の浄土へと行き生まれ
安らかな仏の悟りを開かせていただくことが根性で定まるということです。五生の救いが根性で定まる。命尽きた後の救いがこの世を生きている間に定まる。根性とは今の世、この今の生のことですね。今生きている間ということです。亡くなる寸前に臨終において救いが定まるのではなく、また亡くなった後に救われるかどうかが定まるのではなくて、今生きている間に阿弥陀仏の救いを疑いなく信じる心が恵まれたその時に救いが定まっていく。そのことを正真下では当学をなりと表現され、他の言葉では入正成就という言葉で表現されています。言葉難しく感じられるかと思いますけれどもね、繰り返しYouTube でもですね動画をアップしますので、繰り返しご覧いただきながらですね、また繰り返し耳になじませていただきながらですね理解していただければ結構かと思います。五章において、次の世において安らかな仏の悟りを開くことが定まっているので、当学という、悟りに等しいくらいにあるものと表現されています。そして正成就という仏の悟りを開くことがまさしく定まった仲間という言葉でも表現されています。こうした当学をなるという上等学や正成就にいる、正成就に入るという入正成就とは現象の利益とも言われます。この世での利益ですね。阿弥陀仏の救いを疑いなく信じる心が恵まれた時に五生の救い、根性での命の終えた後のですね救いが定まりますが、その救いが現象においては利益として展開していきます。本願寺の第8代宗主である蓮如上人は五生の一大事といって、命尽きた後のことを考えることは重要なことですよと、常々言われていました。どこに向かってこの命を歩んでいるのかがしっかりと定まった上で、救われていく安堵の中この世を歩んでいく。そのことはすごく大事なことでしょう。生死一如と言われるように、生と死とはそもそも一体ですから、生の延長に死を捉えるだけでなく、死する命を生きているという、死から生を考えるということも大切なことではないでしょうか。どこに向かってこの命を歩んでいるのかがしっかりと定まった上で、救われていく安堵の中この世を歩んでいく。阿弥陀仏という仏様に命の行方をお任せしながら、その慈悲の光に照らされているぬくもりの中、日々の生活を送っていく。そのようにならせていただくには、仏法聴聞、仏様の教えを聞き学ぶことが大事だと言われます。そうした阿弥陀仏の救いの教えについて聞き学ばせていただくご縁の中で、阿弥陀仏の救いを疑いなく信じる心が恵まれるとき、この世での命尽きた後に浄土へと行き生まれることも、安らかな仏の悟りを開くことも根性で定まっていく。五生での救いを喜び、そして現象の利益が展開していく。この現象、この世での利益について親鸞上人は現象十益といって、具体的に10の利益を書物で挙げています。そのことについてはまた次回以降お話したいと思いますが、その現象の利益の代表となる一つがですね、入正成就の役です。人の、仏の悟りを開くことがまさしく定まった仲間となる、そのことを入正成就と言います。そして正成就の人を親鸞上人は如来と等しいというふうに表現されて、安らかな仏の正覚の悟りに等しいくらいにある人と称えられて、東照学という言葉でも表現されています。そうした阿弥陀仏の救いや利益を
上等学章大涅槃という言葉で示されています。いかがだったでしょうか。今回は正真下の上等学章大涅槃という部分の言葉の意味について概観しました。そしてそこには五章の救いと現象の利益とが示されていました。次回以降ですね、もう少し詳しく、また私たちの思いとか生活に引き寄せながらですね、この阿弥陀仏の救いについて味わっていきたいと思います。今回はそれにあたってですね、まず結構仏教用語が出てきますのでね、その仏教用語の意味などについてですね、解説をさせていただきました。専門用語も出てきて難しく感じられるかもしれませんけれども、何度も繰り返しご覧いただくとですね、どんどんと味わいが深まってきます。ぜひ何度かですね、YouTube などで繰り返しご覧いただければと思います。YouTube のコメント欄にご感想や質問なども書いていただくと、正真下の解説をする際のですね、参考にさせていただきますので、ぜひお寄せいただければと思います。本日も新行寺のオンラインお寺前にですね、ようこそご参加くださいました。